もうかなり長い枝になってますうね。ん、まだ伸ばすんですね。うん、でも葉をまぶいてうん、下の幹肌にそう、ここにね、芽を吹かせるんですか？うん、ここにね、はい。こうやって芽あたりがあるの。ああ、ありますね。これに勢いをつけるために、はい。こっちを少なくしてる。こっちの葉を。はい。そうすると、こっち行ってた養分が、この細いこういうのに来るようになる。あ、促されるんですね。そうそうそう生きる本当に生命体はすごいですね。そこをね、葉取っちゃえば、幹肌から、ね、芽を吹こうとそうさせるんですもんね。で、ここの葉かここの葉に芽を持たせるのね。はい。で、上を取っちゃう。ちゃんと幹元の方にうん、枝があるんですよ。ありますね。この小枝を、小枝を作って、はい。幹の枝順を作るっていう。でわざとこの長い、枝を伸ばしてるんですもんね。そう。でもほっとくとすごい伸びてますもんね。すごいでしょ。
今時期からだんだん幹が太る時期だから、本当に肥料がうんたくさん乗せてそう太らせることがメインですもんね。もう今時期ぐらいから夏の9月ぐらいまでが一番成長するそうだよね。時期ですかね。これ普段矢島さんは肥料をたくさん入れてるのは、もうこの木に学ばせてるから、うん肥料多めにあげてもうんクリアできちゃうけど、うん普通に急にいっぱいたくさんあげちゃったりすると肥料負けする可能性ってありますよね。あるよね。やっぱ最初は少しずつ乗せていっていった方が、前肥料をやって、はいそれで肥料負けして枯れたのずいぶんあるもんな。やっぱ木に肥料を少しずつじゃあ多めに入れて、ここまで限界になってっていう風なことを毎年やっていくうちに、ここまで肥料が乗っけられるようになった。そんだけ根も力がついたってことだよね。ここで切って、はい、この辺が頭ので、はこれが裏枝で、い、これが裏枝なのかな。まあそんな感じ。はい、もう木のだいたい輪郭ができてるね。なんか同じ環境で育ってるのに本当に樹勢がいろいろありますね。そうだよね。この葉は柔らかいから手で。盆栽で肥料をすごい乗せすぎちゃって、ダメになっちゃったっていうのは、結構ワースト1でありますか？結構あるよね。この植物だったらあんまりあげない方がいいよっていう、この時期には少ない方がいいとかさ、枝切ったら少なくするとかさ、そういうのがあるよね。じゃあなんかちょっといじくったら新しい芽が吹くまでは肥料をあげない方が、特にね、枝数を少なくしたりなんかした時はね、そういうところ気をつけないと。古くなったこの肥料は残しておくより取って新しい肥料を、それの方が確実だよね。なんかよくやってるのが、植え替えの時に、今年は植え替えられないからっつって、この鉢の周りを開ける方っていらっしゃるじゃないですか。水通りがよくするために。鉢の周りを開ける。この鉢のここら辺の周りを穴開けてっていうか、それっていうのはもう水がはけるからっていう風なことじゃないですか。土がさ、古くなってきて角質化してあまり水通りが悪くなる。そういう時にそういうことする人もいいんだろうね。それって
ってでも水はけがそのまま流れるから、うん、まあ、根腐れはしない予防なんですかね。そうですね。矢島さんの場合だったらどう対処しますか？俺の場合はそれを避けるために、はい、土の質のいいのを使ってるよね。赤玉土でもね、はい、センサー万別なんですよ。いろんなメーカーありますもんね。赤玉でも土の上の層が赤玉なの。はい。それでその下にカルマがあるわけ。はい。で土の業者っていうのはさ、その鹿沼土を取りたいために上のあまり良くない赤玉も売らなくちゃいけないじゃん。はい。掘り起こしますからね。でせっかく掘り起こした土をさ売らないといけないから、それも園芸用に売るわけよ。そういう土を使うとすぐ赤土が粒じゃなくて水に溶けちゃうのね。でべっとりしてきて、はい、使えなくなっちゃう。そういうことあるよね。矢島さんが使ってる日本線っていうのは、どういったところから？まあいい土なんですよ。はい。茨城の方の関東ローム層を使ってるのね。で私の場合は土の夏場買うわけ。夏に買うんですか？はい。夏に買うとよく乾くし、湿気がない時に、よく乾いた土を袋詰めしてあるわけ。袋詰めするのにさ、乾かない冬場の赤玉土だと乾かない前に袋詰めすることもあるわけ。間に合わないから、そうするとね袋の中で、蒸気が溜まったり乾いたり繰り返すとね赤玉土砕けちゃうんですよ。そうなっちゃいますよね。それを防ぐために夏場に買うんです。針金かけてたんですね。落として、枝に有効な枝作りをしようとすることで落としたんですかね。針がね、この枝のさ出が悪かったからその針金かけたんですよ。そう落とせば枝になりますもんね、幹から近くに。そうそう。一つ一つ本当にその機器を見て調整していくことが大事なんですね。